今日は技能実習生に関するニュースについてお話ししようと思います。これは5月頃に起きた事件なんですが、兵庫県で働いているベトナム人の技能実習生の方が妊娠をしてしまったと。その後調べていたところ、妊娠をしてしまった場合、技能実習生は国に返されてしまうという情報を見て、誰にも相談ができずに死産という形を選んでトイレに流してしまったという事件です。このベトナム人の技能実習生の方は、家庭の経済状況を良くするために技能実習生という制度を使って日本で働いている技能実習生でした。妊娠をしてしまった後、情報を調べていたら、国に返されてしまう。強制的に国に返されてしまうということで、日本に来る前に家族が支援してくれた分の借金、これから生活する分のお金、今の家族の経済状況を良くするためのお金を稼ぐことができなくなってしまうというところで、会社の人には相談できない。ましてや家族にも相談ができないというところで、中絶薬という中絶を選ぶ薬ですね、をネット経由で入手して、そのまま死産を選んだ。で、誰にも見せることができず、トイレで流してしまった。それが見つかったという形ですね。この実習生は、判決の結果、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年という判決が出てしまって、結果として、この実習生は1年半以上、結局働くことができなくなってしまって、家庭の経済状況を救うという本来の、最初の目的は果たせずになってしまったという事件ですね。まず、技能実習生が妊娠した場合、妊娠してもいいのということなんですけれども、これは、調べると正しい情報が出てきます。ちょっと読み上げると、日本では妊娠したことで解雇することは法律で禁止されている。送り出し機関や管理団体は技能実習生の妊娠を理由に帰国を強制することはできない。また、解雇されそうになったり、帰国するよう言われた場合ですね、は、外国人技能実習機構というところに相談してください。支援してくれますというところですね。この外国人技能実習機構というところでは、技能実習生として働いている方々の国の各言語で相談を対応しているので、日本語がまだ上手じゃない方でも安心して相談することができるところです。このように技能実習生は妊娠をしたところで国に返されることはありません。全然妊娠をしてそのまま日本で出産することは可能です。ちなみに子供が生まれる予定の6週間前と子供が生まれてから8週間は仕事を休むことができて、しっかりと自分のケア、子供の面倒を見ることができます。ここで疑問に思うのは、給料どうなってるんだというところなんですが、給料に関しても健康保険からいつもの賃金の6割程度支払われることになってますので、ギリギリになるとは思いますが、十分生活自体はすることができると思います。その後、技能実習生として仕事に復帰することもできますから、しっかりと安心して、この外国人技能実習機構というところに相談して、会社とも相談して、しっかりとした手続きを踏んで、子供を出産するということができます。私、この情報を調べたときに、技能実習生、妊娠と調べたら一番上に出てきたサイトだったんです。これは法務省が出しているサイト。外国人技能実習機構のサイトですね。なんですが、今回のこのニュースの原因は、どうやって情報を集めたのかわかりませんが、間違った情報を得てしまった。しかもその間違った情報がその人たちを苦しめてしまう、国に返されてしまう、技能実習生として活動することができないというものでした。このどうして正しい情報を得ることができなかったのか、妊娠をする前、また妊娠が発覚した後、何らかの妊娠になるだろうなっていう感覚と、妊娠が発覚してから少しだけ時間はあったと思うので、その間に正しい情報を得ることはできなかったのか、気になるところは美味しい問題もたくさんあるのかなとは思います。このようにデタラメの情報ですね。ネットワークを中心としてデタラメな情報が回っているので、私たちにできることは、ちゃんとした公式の情報を事前に教えておくこと。向こうに行って困っている人がいた時に相談できる窓口があるよ。今回の外国人技能実習機構というところもそうです。そういったところがしっかりと技能実習生をサポートしてくれるよっていうところを伝えていかなきゃいけないのかなというふうには思いました。今回の技能実習生の方に関してもニュースに書いてあったことですが、母親が技能実習生になるまでに100万円ほど借金をしてくれた。で、全力で技能実習生になるための支援をしてくれた。そのため国に返されるかもしれないという情報を見たときに母親に相談することができなかった。もちろん、その情報を信じていますから会社に相談することもできず、誰にも相談することができずに今回の事件に発展してしまった。一つの命が奪われたということももちろん
これが一番良くないことですし、技能実習生としてね、日本で働いてくれている。そして、インドネシアでの経済を、良くしようと、一人で頑張って来てくれている技能実習生の、人生、将来を潰してしまった、残酷な事件、背景含めていろんな問題点があるのかなと思いました。まず、技能実習生の制度というところなんですが、これは日本にある技術や知識を発展途上地域等へ共有することで、各地域の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的として作られた制度です。日本人の労働力を確保するための制度ではないということですね。さらに実習生の生活や権利を守るために、現在は様々な制度や法律が作られています。ですが、それらが守られていないというケースは本当にたくさんあります。それによって技能実習生が苦しい思いをしなければならない。日本人もそういった事件に怯えてますよね。こういった事件が増えれば増えるほど、ニュースって悪いニュースがほとんどですから、そういったところから、各地域の日本人の方が技能実習生や外国人を見たときにもっと怯えてしまう。この多様化であったり異文化というのが発展しているこの時代に日本がどんどん閉鎖的になってしまう。そういったところも推し進めてしまっているんじゃないかなというふうに思います。技能実習生制度、2024年から新しい制度に変わる、見直しがされると言われています。どのようなものになるのかわかりませんが、きっといろいろなことが見直されていって、こういったデタラメな情報だったり、悪質なニュースが減っていくことを、僕は祈るばかりですね。で、私たち、特に私、この発信をしている日本語教師ができることは、こういった情報を正確に伝えて、背景を知って、実際にこういったところに相談ができますよ。こういったところがありますよっていうのを技能実習生に伝えていかなきゃいけないなというふうに思いました。技能実習生の皆さんは、技能実習生として日本で困った場合は、外国人技能実習機構というところがありますから、気軽に相談をしてください。日本語じゃなくても、皆さんの言葉で伝えることができます。何かあったらしっかりと国の制度が守ってくれますから、安心して働いて、自分の未来のため、家族のために働いていただけたらと思います。まだまだ問題はたくさんありますが、とにかくこのような不当な扱い、デタラメな情報に振り回されて苦しむ実習生が減ることを望んでいます。今日は初めてニュースを取り扱ってみて、調べてみたところ、すごく残酷なニュースで背景を見たら、技能実習生が、ネットワークのデタラメな情報に振り回されていたということが分かって、すごく、実習生を相手に日本語を教えている、これから日本で働く実習生を見ている私にとっては、すごく許しがたいようなニュースだなというふうに思いました。日本での事件が減ってほしいというのもありますし、技能実習生たちが幸せに暮らしてほしいということもあります。このようなニュースを発信することで、技能実習生の方や、もし日本人で見てくれている方がいたら、そういった方々の、誤解を解くきっかけにもなるんじゃないかな。技能実習生を見る目も少しは変わってくれるんじゃないかなというふうには感じていますので、これからも発信していこうと思っています。今日のこの動画のスクリプトは、Patreon というサイトで見ることができます。登録していただけたら、オンラインのクラスやライブ配信もやっていこうと思っていますので、もしよければ参加してみてください。1週間無料で見ることができるので、もしよければ登録お願いします。また、Instagram もやっています。Instagram では日常の投稿だったり、こういった新しい動画の投稿しましたよっていう情報を出しています。もしこの動画が良かったなと思っていただけたら、チャンネル登録やいいね、コメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。